勘違い主婦の転落人生。次こそは幸せをつかむ専業主婦ミオの再挑戦の巻。私はミオ、45歳の専業主婦。自分で言うのもなんだけど、私は世渡り上手だと思っている。若い頃の私はそれなりにモテていた。街を歩けば声をかけられるし、合コンでは必ず次また会おうよと言われるタイプ。そんな私が選んだ結婚相手は、実家が裕福な自営業の長男、2歳年上の武雄。彼は次期社長という肩書き付き。これぞ勝ち組と当時の私は確信した。結婚後はもちろん専業主婦になることが目標。だって働くなんて面倒くさいし、武雄の実家から援助も受けて新築の一戸建てをローンなしでゲット。結婚してからは理想通りの生活がスタート。子供は3人、男の子1人に女の子2人という完璧なバランス。そして何より私は専業主婦という肩書きを手に入れた。朝はゆっくり起きて子供たちを送り出し、ランチはママ友とカフェでおしゃべり、午後はドラマを見ながらお菓子をつまみ、夕方になったら適当に晩ご飯を準備。完璧な日常だよね。それが最近、雲行きが怪しい。夫の義弟、久夫夫婦と同居していた72歳の義母、愛が、介護が必要になったのだ。これを聞いた瞬間、私の脳内では、ピンポン、問題発生のお知らせです。というアラートが鳴り響いた。いやいや、まさか私に回ってくるなんてありえないでしょう。当然、久夫夫婦が面倒を見るだろうと思っていたのだが、なんと、嫁の陽子が、介護、無理無理、絶対無理、と平然と宣言。どうやら同居していたものの、二人の関係はお世辞にも良好とは言えなかったらしい。そして極めつけに、新しい家を建てて出ていくからときっぱり。そんなドラマみたいな展開、本当にあるの？まあ、私からすれば、義母の介護なんて、私の人生シナリオには一行も書かれてない、という気持ちだ。私は、これからも好きなことをして自由に暮らしていくつもり。義母の介護なんて、私の美しい人生計画に影を落とすわけにはいかない。とにかくこの問題をどうにかしなければならない。これまで通り、嫌なことからは、上手に逃げるスキルをフル活用するしかない。幸いなことに、久夫夫婦には子供がいない。我が家には3人もいるし、15歳の長男を筆頭に、まだまだ手がかかる。これを理由に、逃げ切るしかない。そこで話し合いが持たれた。私は当然子供がいるから介護は無理と主張。しかしここで、陽子が意外にも冷静に反撃。そんなことは想定済み。義兄夫婦が面倒を見れないなら、施設に入ってもらえばいい。その費用は当然、折半でねとさらりと言い放つ。久夫もその案に賛成。こんなにあっさり解決しそうな流れ。ところがここで問題児登場。夫の武雄だ。いやいや、母さんは俺たちで面倒を見るべきだと。急に熱血モード突入。すでに父親は他界なため、特別な思いがあるらしい。それはいいけど、なんでその熱血魂を私に押し付けるの？そして武雄が一言。専業主婦で家にいるんだから、そのくらいの時間はあるだろうと。私を見つめてくる。いやいやいや、専業主婦、暇人というその偏見、どこから来た？私は一日中、家事や子供たちの世話で忙しいんですけど、むしろ武雄さん、自分こそ仕事帰りに、お母さんの面倒を見るくらいの覚悟を見せてみたらどうなのと、速攻でお断り。ここで武雄の怒りが爆発する。義母の面倒を見ないのなら、離婚しても構わないと言い出す始末。私は心の中でこれが噂の昭和の男かと、思わずツッコミを入れたくなった。義母の面倒を見ないから離婚って、そんな簡単に言うもんじゃないでしょうよ。私だって人生設計があるんだからというか、そもそも義母の介護を嫁に押し付けるのが当たり前だと思っている時点で、時代錯誤もいいところだ。介護は実施の義務よと私が反論すると、武雄は、お前、
法律か何かか、と逆ギレ。いやいや、法律じゃないけど、常識と良識は持ち合わせてるわよ。と心の中でつぶやきつつ、私は毅然とした態度を崩さなかった。その後久男と陽子夫婦の前でも、義母の面倒を見る気は一切ありませんと宣言。ついでに、どうしても押し付けたいなら、実家に帰らせていただきますと、一世一代の大芝居を打ってみた。久男と陽子の目つきが鋭くなったけど、私は全然動じない。ここで負けたら、私の未来が終わるという、強い信念が私を支えていた。家に戻ると竹雄は、不機嫌そうにソファーにドカッと座り、開口一番、こう言った。お前には、母さんへの感謝の気持ちはないのか。おっときたぞ、感情論パンチ。私は内心また、それかと思いつつ、感謝の気持ちはありますけど、それとこれとは話が別ですと、冷静に返した。すると竹雄は、さらにヒートアップ。この家を建てるのに、全部援助してくれたんだぞ。長男夫婦が同居するべきなのに、久男夫婦が今まで頑張ってくれたんだ。今度はうちが恩返しする番だろと、まるで熱血教師のように語り始めた。でも私は負けない。だったら、あなたが恩返しすればいいじゃない。私は関係ないでしょ。と言い返すと、竹雄はついに、私の方をペチン。なんだこれは、昼ドラか、と思いながらも、私は冷静さを保ちつつ、痛いんですけど、と一言。竹雄は、お前は毎日だらだら遊んでばかりで、無駄遣いばかり、もう限界だと叫んだけど、私は心の中で、それあなた自身のことじゃない。とツッコミを入れた。このままでは拉致が開かないので、久男さん夫婦がいる通り、施設に入所でいいんじゃないと言った。すると竹雄は、そんな金どこにあるんだ、と怒鳴ったけど、だからお金は、兄弟で折半って言ってたじゃない。私が節約して、貯めてたへそくりもあるんだし。と言うと、一瞬竹雄が黙った。そして、それってもともと俺の金だろう、という。私の心の中で、何かがクツンと切れる音がした。ああ、もう無理だ。この人には何を言っても、豚に信じだと。心の中で叫ぶ。我慢の限界を迎えた私は、ついに決断した。わかりました。離婚しましょう。私は実家に帰ります。子供たちの親権はあなたに渡します。3人の面倒をしっかり見てください。あと、財産分与はきっちりいただきます。これでもかとばかりに宣言すると、竹雄は顔を真っ赤にして怒鳴り返してきた。お前はどこまで自分勝手なんだ。金にもあざといし、子供に対する愛情もないのか。彼の声が部屋中に響き渡る。わかった。明日離婚届をもらいに行ってくる。子供たちは絶対に渡さないと言った。内心ガッツポーズを決めた私は、心の中で小さく、よっしゃとつぶやいた。これで悠々自適な暮らしが手に入る。実家には弟夫婦がいるけれど、私もあの家の娘。堂々と戻ればいい話だ。離婚は想定外だったけれど、まあ楽に暮らせるなら、家族への未練なんてゼロだ。そんな風に楽天的に考えていた私だったが、まさかの展開が待っていた。実家に戻ると、弟夫婦が私との同居を拒否したのだ。お金があるんだから、一人でアパート借りて住めばと。弟は冷たく言い放つ。その横で、両親まで弟夫婦がそう言うならと、私を見捨てる始末。ちょっと待ってよ。私もこの家の娘じゃない。必死で訴えるも、弟夫婦は微動だにしない。むしろ、両親の介護をしてくれるなら、俺たちは出て行ってもいいよと、さらりと言い放った。介護、いやいや、それは聞いてない。私は介護なんてする気、ゼロだ。介護なんてまっぴらごめん、と即答し、仕方なくアパートを借りることになった。お金はいくらでもあるから困らない、と思っていたけれど、まあいいや、次の金持ちを見つければいいだけの話。そう思い立ち、結婚相談所に登録することにした。ところが、
何ヶ月経っても申し込みが一件も来ない。しびれを切らして相談所に文句を言いに行くと、年齢的にも難しいですね。それに何か手に職でもあれば。と言われる始末。何なのこの役立たず相談所。会費返せ。と怒り心頭で退会し、別の相談所へ行ったが、結果は同じだった。その間も贅沢な暮らしを続けていたせいで、お金がどんどん底をついていく。実家に頼ろうと思ったが、当然助けてもらえるわけもなく、生活はますます苦しくなるばかり。しかし、今更働くなんてまっぴらごめんだ。どうすればいいのか。私は人生で初めて自分の思い通りにならない現実を痛感したのだった。でもまあ大丈夫。私はまだ諦めない。次こそはもっとリッチな男を見つけてやるんだから。いや、その前に何かスキルを身につけるべきかもしれないと、少しだけ反省する私だった。